小樽のホテル太閤を出発です。朝ホテルを出るときポツポツとは雨は降っていましたが、雨具はいらないような感じでした。このまま天気が1日持ってくれればいいけれどもと思いながら出発しましたが、200メートルも過ぎないうちに本降りになってきました。小樽は古い建物が多く残っているようです。昔の銀行などの建物の並ぶ通りを通って運河横のレンガ倉庫街を横目に見ながら北上します。レンガ倉庫も昔のままの建物が残っていますが、美術館など商業利用されているようです。地元ライダーさんだと思いますが、猛スピードで降りていきます。というか僕がゆっくりすぎるのかもしれませんね。途中国道5号脇に札幌の札と小樽の樽と書いて札村国道開通記念碑がありました。札幌小樽は峠越えなどの難所があり、困難を克服し、こうして道路が開通したことへの喜びが刻まれています。いつもは意識しない普段通っている道でも、ちょっと道路脇の記念碑などを見ると、いかに先人たちが苦難を克服し道を完成させたのかを垣間見ることができて面白いです。石狩の平野部を過ぎると国道231号通称オロロンラインを走り北上します。切り立った崖が日本海に直接落ち込む険しい地形に変化し、国道はトンネルが多くなり、海岸沿いの崖の上を走ります。一つ一つのトンネルの距離はかなり長く感じました。周りの景色が見えなく閉塞感があるので、正直トンネルはあまり好きではないですが、今日のように雨の中の走行ではトンネルはありがたく感じます。トンネルを抜けると左側に濃いヒルと書いてゴキビルの地名表示があったので、全く予備知識がありませんでしたが訪ねています。地形でいうと切り立った崖が川により浸食されてできた谷合の海に面した漁村のようです。崖の上を走る国道から道路を降りて行き、集落に行き着きます。静かな集落は屋外に人影は見当たりませんでした。このような静かな集落を騒がすのは気が引けるので、バイクをゆっくりと走らせます。こういう時は GN120 号は郵便屋さんの株並みの走行音なので助かります。というか、そのためにこのクラスのバイクを選んだのもありますが、集落は海に面し、左右には岩山がそそり立っています。北側の岩に目をやると、その先端がライオンの鼻先のように見えました。考えれば考えるほどそのように見えてきて、それ以外には見えない奇妙さがあります。岩や雲など自然の造形は得てして想像力を働かせてくれますよね。
廃屋が多く街並みに紛れています。中でも赤い屋根の和洋折衷デザインのともすれば駅舎にも見えるような建物が目を引きました。出入り口や窓はベニヤで封鎖され、この建物が主のいない建物であることが想像されます。屋根の作りなど非常に手間のかかった衣装で贅を尽くした建物に見えます。これがニシン御殿と呼ばれるものかと想像しました。後にネット検索し調べてみると、明治33年頃に建築された旧木村家のニシン番屋とのことで、内部を公開していた時期もあったようですが、今は見学できなくて残念です。少し山側へ進むと、集落の先端には廃校になった学校がありました。明治30年から平成4年まで95年間続いた浜増村立五木ビル小学校の跡地です。一時期個人邸として利用されていたようですが、今は誰もいないように見受けられました。小学校横には鳥居があり、階段を上ると神社があります。さらに数メートル登ると行幸記念碑がありました。裏側を見ると86年前の昭和11年10月5日と刻まれています。戦前、昭和天皇がこの地に訪れたということなのでしょう。失礼ではありますが、今のこのひなびた漁村からは想像もつきませんでした。ニシン御殿があるように行幸先に選ばれるほど当時栄えていたのでしょうか。五木ビルを離れ国道をしばらく走ると、五木ビルと同じように国道から丘を下った場所に集落があります。送り家です。送り家も川の浸食によりできた谷合の集落のようですが、五木ビルよりもより小さな集落です。廃屋が目立ちますが、住まわれている方も多くおられるようなので静かにお邪魔します。海沿いには海岸と海の家があったので、
夏場には海水浴の方々が訪れるのでしょうか。9月の今はもう誰もいないです。海岸には放棄された番屋と思われる建物が数軒並んでいました。どれもかなり長期間放置されていたようで朽ち果ててきていました。通行止めの印があったのでバイクを降りて徒歩で少し散策しています。突然鳴り出した正午を告げるサイレンに驚きとしばし郷愁を感じました。桟橋などはなかったのですが船揚げ場がありました。ただ石が積まれて使われないように閉鎖されています。海岸沿いにある電線の伸びゆく先の数百メートル先に番屋と思われる建物が見えますが、徒歩で進もうにも道はなく、海岸は大きな石で覆われていて進めませんでした。送り毛を離れ浜松の富士宮でニシンそばをいただきました。麺はそこそこ美味しかったのですが、ニシンは最高に美味しかったです。さすがです。この後国道羽幌に向け進みますが、雨がよりひどくなってきて、防水のライダージャケットの上にカッパを着込んでいましたが、それでも下着までずぶ濡れになってカメラも具合が悪くなり動画も撮れていませんでした。その後ホテルに到着し着替えをしようとリュックを開けると、リュックの防水効果を過大視していたようで着替えまでずぶ濡れになっていました。仕方がないので唯一助かったビニール袋に入れていた2日前からの洗い物をもう一度着ました。ホテルは羽幌温泉サンセットプラザで温泉に入って体を温め物干しをしてビールを飲んでおやすみなさい。Oh, when I come home, glory, hallelujah.